白い AI ボックス？走行中に YouTube も映画も見れる。好きな地図アプリ入れちゃいます。前後で異なる画面を表示できるのか。またまたロケットズドーン。この白い箱、ただものじゃない。いやあ皆さんこんにちは、七草です。今日の製品はこちら。ジェスマイクの白い AI ボックスです。最後の方に視聴者の方限定のお得なクーポンもありますので、よかったら最後まで見ていってください。早速開封しながら見ていきましょう。なんだか白い AI ボックスのようで初めて見るタイプでしたので、どんな AI ボックスだか楽しみです。外のビニールを剥がしまして、改めまして今回はジェスマイクの CPC200T-BOX UHD という AI ボックスです。スペック見ていきましょう。まず AI ボックスの中では最新の Android 13が搭載されています。Android 13のアプリは高速に応答できて、起動速度がなんと 50% も向上したそうです。CPU はクアルコムの8コア SDM660 です。そして RAM が 8GB、ROM が 128GB で AI ボックスの中ではハイスペックとなっております。開けてみましたが真っ白ですね。このホワイトのカラーは今までにないと思いますね。ガジェット系やワンポイントアイテムで白のカラーが好きな人はグッときそうですね。並べていきます。内蓋を剥がしたら中にケーブル類がありました。なんかケーブル類多い気がするな。とりあえず全部取り出していきます。欲しいものは最初から全て入っている感じですね。同梱品はこれで全てです。詳しく見ていきましょう。まずは本体。ご覧の通り真っ白です。真ん中にジェスマイクのロゴが入っています。厚みはこれぐらい。なんかここへっこんでいるデザインのようです。左側面見ていきましょう。 USB-A ポートが一つと、その隣にシールで塞いでありますが、これを剥がすとミニ HDMI ポートがありました。つまり高積モニターがある方は出力可能な AI ボックスとなっております。そのままくるっと回して後ろの側面はこのようなデザインで、ポートは特にありませんでした。またくるっと回して右側の側面です。右から行きましょう。マイクロ SD カードのスロットがあります。最大 512GB まで対応しています。続いて真ん中がナノ SIM カードスロットです。直接差し込むことができます。 SIM ピンいらず。続いて左側、こちらが電源で USB-C ポートになっています。背面は黒の樹脂となっていて、この AI ボックス白黒ツートンになっています。正面から見ると左側面に USB-A とミニ HDMI ポートがあります。正面から見て右側面にマイクロ SD カードスロット、ナノ SIM カードスロット、電源 USB-C ポートとなっています。大きさは手のひらサイズなんですが、他の AI ボックスと比べると若干大きめの手のひらサイズといったところでしょうかね。付属品は USB-A to USB-C のケーブルが1本、30センチくらいかな。次 USB-C to USB-C のケーブルが1本、これも30センチくらい。次電力が足りなかった時に使う二股ケーブルが1本。次これついてるの嬉しいですね。ミニ HDMI ケーブルと HDMI ケーブルの変換アダプターが1本。本体側のポートはミニ HDMI です。これがあればあとは通常の HDMI ケーブルで高積モニターにも映せますね。あと SIM ピンが一つ入ってました。 SIM ピン何に使うんだろう。SIM カードスロットは直接させるタイプだから SIM ピン使わなくていいし、わざわざスマホから取り出すために SIM ピンつけてくれてるんでしょうかね。説明書に書いてありました。ここの側面に穴ありましたね。通常は有線でのカープレイ接続で AI ボックスは使うものなんですが、この製品はなんと有線での Android オート接続でも使うことができるんです。その切り替えをするためにこの穴に SIM ピンを突っ込んで、有線カープレイモードか有線 Android オートモードかを切り替えることができるんです。あとは説明書が1冊、厚さはこれぐらい。中身は全て日本語でカラー印刷されています。あとは別途購入となりますが、専用リモコンと HDMI to ミニ HDMI のケーブルもあります。長さは1メートルです。それじゃあ早速車内で試していきましょう。
車内にやってまいりました。まずはこの T-Box UHD が使える前提条件ですが、車に有線でのカープレイか有線での Android Auto が搭載されているか、そこがまず基準になります。中でも一部の車種は対応していないものがあるみたいなので、ご自身の車で使えるか、ここをまずねしっかりと確認した上でご購入を検討してください。確認方法はめちゃくちゃ簡単で、 iPhone をお持ちの方は車と iPhone を有線ケーブルでつないでカープレイが使えるか、 Android スマホの方は車と Android スマホをつないでナビ画面で Android Auto が使えるか、これを試してみてください。それでもわからない場合はネットで調べるかディーラーに確認してください。それでもわからないって場合がもしあったらジェスマイクさんに問い合わせしてみてください。続いてこの AI ボックスって何ができんのって話ですが、ざっくりご覧のことができます。今回ハイスペックな AI ボックスなので、だいたい AI ボックスに求められていることは全てできます。純正ナビをスマホと同じように使えて、退屈な車内時間を有効に快適に過ごせるアイテムなんです。どんな感じか試していきます。それではまず純正ナビとつなげていきましょう。本体の電源 USB-C ポートに付属されている USB-C to USB-C のケーブル、もしくは USB-C to USB-A のケーブルを使って車の USB ポートに接続します。今回は車側も USB-C のポートを使って試していきます。これは車側の USB ポートが通信に対応しているポートであればどちらでも使用可能です。車の USB-C ポートに接続しました。接続した直後は何も光らないですね。これどこ光るんだ？この手のものはどこかが光るはず。LED どこだこれ？こっち側か？違うね。やっぱり表か？どこかにあるだろう。あ、ここにありました。この中が小さく光ってますね。ここで通電しているかどうかわかりますね。おお、光った。完全に本体の LED が点灯するまでは少し時間がかかるみたいです。起動すると LED ライトがレインボーに光ります。そしてナビ画面にはカープレイを利用しますかのメッセージが出ています。これをはいで進んで少し待っていると、カープレイ経由で AI ボックスに接続できました。最初は画面サイズに合わせるためキャリブレーションが走りましたね。一度自動で再起動します。また上がってきました。これでアウトランダーのナビのサイズに合わせて調整されて起動しました。最初はこのような注意メッセージが出てきます。もう表示しなくていいよって場合は再度表示しないにチェックをして同意を押します。このような画面なんですね。ホーム画面はこれまだインターネットに接続していないので Google マップには何も表示されていません。なのでまずはインターネットに接続しましょう。インターネットへの接続方法はスマホからのテザリング、ポケット Wi-Fi、車内 Wi-Fi、SIM カード、この4つの方法がありますが、七草は車内 Wi-Fi を契約していますので、車内 Wi-Fi でインターネットに接続していきます。左下の設定から左上の無線 LAN をタップします。一番上のインターネットをタップしてWi-Fi がオンになっていることを確認できたら、ご自身の電波を選択します。初回はパスワードを入力する必要があります。そしたらインターネットに接続できました。選択した電波が接続済みになりましたね。右上の Wi-Fi マークも白く塗りつぶされました。おっと、インターネットに接続されたらアップデートの画面が出てきましたね。まず本体のバージョンが最新でなかったら、一番最初にやることはインターネットにつないで本体のアップデートをしてください。いろいろな機能がアップデートされていたり不具合が解消されているので、まずは本体を最新のバージョンにしましょう。この製品はインターネットに接続するだけでオンラインでアップデートすることができるんです。新バージョン2024年の5月31日のバージョンが出てますね。ダウンロードを押します。これでまずアップデートのデータをインターネット経由で本体にダウンロードします。ダウンロードが完了したらこのようなアップデートを押せる画面になります。なのでアップデートを押しましょう。アップデートが始まりました。この状態でしばらく待機です。30分ぐらいかかったかな。その間にホーム画面に戻ってきました。 Google マップも最新じゃないよって出てますね。本体のバージョンアップもそうですが、最初から入ってるアプリもこの際に全て更新しましょう。もともと入っているアプリも最新にしないと使えないこともあります。左の方の全てのアプリからプレイストアを選択します。自分のアイコンからマイページに行ってマイアプリ&ゲームをタップするとこの画面になりますので、全て更新を押すことで現在入っているアプリのアップデートができます。この辺は Android スマホと全く同じなので同じようにアップデートしてください。 iPhone ユーザーだったらどこからアップデートすればいいのかわからないと思ったので載せておきます。本体アップデート完了。
今アップデートが完了しました。30分ぐらいかかったかな。バージョンが新しくなったので念のためもう一度インターネット接続方法を見てみましょう。設定を押します。おー、ここの画面めっちゃ変わりましたね。左側にメニューバーみたいなのが追加されてレイアウトが変わってますね。はい、左上システムから一番上の無線 LAN をタップ。あとは最初と同じようにインターネットをタップ。Wi-Fi ここがオフになっていたらオンにしてください。あとは自分の電波をタップして初回はパスワードを入力といった感じです。これでようやく足並みが揃いましたのでどんな感じか触っていきましょう。まずこちらがホーム画面です。デフォルトのホーム画面は右側に Google マップが表示されています。左側には4つのアプリ、これは好きなものを選択できます。左上は何か再生中だったらそのステータスを確認できます。右側行きます。これアプリ並んでいますがここは最近開いたアプリが並んでいるだけで操作ボタンはこの一番下の四角いボタン、これを押すとインストールされているアプリ一覧が表示されます。この画面では右下のボタンがホームボタンになっているのでもう一度押すとホームに戻ります。あとこの左の全てのアプリをタップしても同じようにアプリ一覧を開くことができます。でこのマップ、これが Google マップなんですよ。ホーム画面に戻るとこの Google マップが画面右側に表示されています。あとアップデート後の現在のバージョンの確認ですが設定からバージョンを押してこの画面でいろいろなバージョンが確認できるんですが先ほどの2024年5月31日のバージョンはここの T-Box アンビエントのバージョン番号を見ればわかります。一番上のフォータアップデートを押すとここからもオンラインアップデートの画面に進めます。まずは現在のバージョンが表示されるので更新があるかをチェックします。はい、現在は最新版と出てきました。オンラインアップデートすごい楽ちんです。続いてフローティングボタンの説明です。どこか画面をタッチするとこのようなフローティングボタンが現れます。この製品では基本的にこのフローティングボタンから操作します。一番左はホームボタン、その隣は一つ戻るボタン、その隣はバックグラウンドで起動しているアプリ一覧を表示します。特定のアプリだけを終了させたい場合は上にシュッとして全てのアプリをいっぺんに終了させたい場合はここの全てクリアを押します。その隣のマイクマークは音声アシストボタン、喋るだけで音声アシストしてくれます。最近 Google が発表した新しい AI アシスタントの Gemini も使えます。その隣は画面分割ボタン、2画面表示ができます。特定のアプリでね、これは後で詳しくやります。その隣、主に種子島などで使うんですがロケット発射ボタン、なんつってキャッシュのクリアだと思います。で最後一番右は純正のナビと切り替えます。また戻りたい時は Apple CarPlay を押すと戻ります。全体的の操作感はこんな感じでした。ちなみにこのフローティングボタンは設定から消すこともできます。でもこれ消したらね操作しにくいと思います。アプリの使用感を見ていきます。まずは Google マップから。 Google マップについてですがスマホと同じようにピンチインピンチアウトでズームアウトができません。ズームしたい時はトントン、ダブルタップでズームできます。ズームアウトしたい時はトントンスーでズームアウトできます。ダブルタップの2回目を押さえながら上にシュッと持っていくとズームアウトできます。そのまま下に下げるとズームもできます。いややっぱり地図アプリは Yahoo カーナビ派という方もいると思いますので好きなアプリをこのプレイストアからインストールできます。ここは Android スマホと全く同じです。検索から上の検索バーに文字を入力してもいいですしカーナビでの文字入力は結構めんどくさいので音声検索もできます。 Yahoo カーナビ、はい出てきました。先ほどねもうすでに Yahoo カーナビはインストールしたのでここは開くとなっていますがインストールしたい場合はインストールを押します。同じ方法で好きなアプリをインストールできますので使い方は自由です。はい、インストールした Yahoo カーナビですがアプリ一覧の後ろの方に Yahoo カーナビがあります。開いてみましょう。 Yahoo カーナビも操作は一緒でズームしたい時はトントン、ズームアウトはトントンスーでできます。続いて YouTube 見ていきましょう。車内で YouTube が見れるのはとてもいいですよね。はい、こんな感じで操作感もめちゃくちゃいいですね。カクつきなどは全くありません。全画面表示は画面いっぱいに広がりますのでナビ画面で YouTube が見れる。これは同乗者もお子様も喜ぶのではないでしょうか。早送りしてみます。この辺はインターネット速度にも関係しますが全く問題ないですね。全画面表示から戻るときはここを押しても元の表示には戻らなかったので左上から一度最小化して次の操作に移る感じですね。次プライムビデオもインストールして見ていきましょう。プライムビデオはプレイストアからインストールしてください。
ちなみに Netflix は最初から入っていました。はい、プライムビデオを開きました。操作感はこんな感じでスムーズです。何でもいいんですが一つ見てみましょう。はい、開きました。この画面までは開けるけど固まっちゃって再生できませんっていう問い合わせが結構来るんですけど、そのまま画面を下に行ってください。そうするとね、そこに再生ボタンがあります。プライムビデオがそういう仕様なので、確かに再生ボタンが最初の開いたページにないので、あれ再生できないじゃんって思う気持ちもわかります。ただ先ほどと同じように下の方に行くと再生ボタンがありますので安心してください。はい、このように映画も全画面で見ることができます。まるで車内が映画館です。これも長旅の時は同乗者やお子様にいいのではないでしょうか。あとはあらかじめ映画をダウンロードしておけばインターネットに接続しなくても映画を見ることもできます。ダウンロードボタンは再生ボタンの下にあります。はい、今インターネットを切ってみました。上の方にネットワークに接続できませんと出ています。この状態でプライムビデオを開くと、プライムビデオはオフラインでもこのアプリを開くことができるんです。もちろんオフラインでは通常に映画を見ることはできませんが、ダウンロードしておいたダウンロードフォルダーからは見ることができるんです。なのでギガ数を節約したい方はあらかじめダウンロードしておくのも手ですね。ちなみにネットフリックスもダウンロードすることができるみたいですが、プライムビデオとは違ってオフライン状態だとアプリを開くことができませんでした。なので完全オフライン状態からアプリを開いてダウンロードフォルダーから再生するということはできません。ネットフリックスの場合はアプリを開くときにインターネット接続が必要です。続いて地上波のテレビをリアルタイムで見れるアプリを紹介します。プレイストアで日本のテレビ放送と検索してください。これをインストールするとアプリ経由でテレビが見れるんです。例えばこんな感じでリアルタイムな日本のテレビ放送が見れます。アプリなので途中で広告だったりインターネット速度に依存してしまいますが、まあこういうテレビも見れるアプリもあるんだよっていう紹介でした。続きまして2画面分割できるというところを見ていきます。これ一つこの製品の仕様といいますか癖がありますので、そこ含めて見ていきます。まず Google マップを開いてフローティングボタンのこのピンクの四角、これを押します。そうすると2画面分割できるんですが、これ今 Google マップを開いている状態で2画面分割ボタンを押しましたので、普通は Google マップが左に寄るはずなんですが、 Google マップではなく日本のテレビ放送、つまり違うアプリが左に寄っています。一旦この状態で2画面分割できるもう一つのアプリ YouTube を選択すると、やはり日本のテレビ放送と YouTube の2画面分割になりました。 Google マップどこ行ったんでしょうかね。もう少し分かりやすくすると、今度は YouTube を開いた状態で2画面分割を押します。そうするとね、 YouTube が左に寄って後からバックグラウンドで起動している Google マップを探してるんですが、なぜかバックグラウンドで起動しているはずの Google マップが見当たりません。もう一度行きます。今 Google マップを開いています。開いてますね。この状態で画面分割ボタンを押すと、左に寄るのが Google マップではなく別のアプリになりました。今は YouTube になってますね。というのが癖です。これについて説明します。初期状態のホーム画面はここに Google マップが設定されています。結論から言うと、ここに設定しているアプリは2画面分割ができなくなります。初期状態では Google マップが最初からここに設定されていますので、これを変更してあげないと Google マップは2画面分割できない状態ということです。やってみますよ。どこから変えるかというと、設定から左側の画面をタップ、下の方にナビゲーション設定とありますので、ここをタップしてデスクトップナビゲーションプラグインの設定を押します。ここが初期状態ではマップ、つまり Google マップになっているので、ここは今回 Yahoo カーナビを選択してみます。ここで OK を押します。これでホーム画面に戻ると、先ほどは Google マップがホーム画面に表示されていましたが、今 Yahoo カーナビに変わりました。ホーム画面の設定から Google マップを外した形です。この状態からマップ、Google マップを開いて、もう一度2画面分割してみましょう。一つのアプリが左に寄ったので、もう一つ2画面分割に対応しているアプリを選択します。ここでは YouTube を選択しました。そしたらこのように Google マップも問題なく2画面分割できました。こういうことみたいです。なのでこのように2画面分割したいアプリはホーム画面には設定しないことをお勧めします。このまま続けて説明します。現在右側に YouTube、左側に Google マップですが、これを逆にすることもできます。真ん中のバーを左にスーッと持っていって、一旦 YouTube を全画面表示にさせます。
この状態から2画面分割ボタンを押すことによって今表示しているアプリ YouTube が左側に寄って後からもう一つのアプリ、ここでは Google マップを選択します。これで先ほどとは逆の右側に Google マップ、左側に YouTube、このような表示になりました。2画面分割の開き方によってそれぞれ自由な位置に配置できます。ちなみにプライムビデオを画面分割してみたらプライムビデオ側は若干上寄りなこのような表示になりました。はい、あとはこのようにホーム画面に YouTube を設定することもできます。 Yahoo カーナビから今 YouTube に変更しました。起動したらこの画面になるという感じですね。ただこの状態だと先ほども言った通り YouTube の2画面分割はできなくなります。でもう一つお伝えしたいのが2画面分割できるアプリは全部ではありませんということです。はい、今こちらプライムビデオを開いています。この状態から画面分割ボタンを押して後から Yahoo カーナビを押してみます。そうすると下の方にアプリで分割画面がサポートされていませんという表示が出てきます。このように画面分割に対応していないアプリもありますので全てのアプリを2画面分割できるというわけではございません。なので七草的おすすめはホーム画面にはもともと2画面分割に対応していない Yahoo カーナビを設定しておいて Google マップは全画面でも2画面分割もどちらも対応できる状況にしておくのがいいと思います。この辺も含めて自由なんで自分なりにカスタマイズするのが面白いと思います。ちなみに純正ナビでルート検索をしてメーターパネルにルートを表示させればこのようにメーターパネルには純正ナビのルート検索を表示、そしてナビ画面には動画アプリを全画面で表示、このようなこともできます。次です。現在このようなホーム画面ですが実はスタイルが2つあってお好みのホーム画面に設定することができます。設定から画面を押して下の方にランチャースタイルタイプとあります。ここを押すと現在はスタイル2に設定されています。これをスタイル1にしてみるとこのように画面が変更されてスタイル1のホーム画面が表示されます。スタイル1のホーム画面はこの画面で非常にシンプルですね。左上には再生中の画面とあとは最初からアプリ一覧が表示される形です。こちらのホーム画面が好きな方はスタイル1にチェックを入れておくといいと思います。元に戻したいときは先ほどの画面からスタイル2を選択すると元に戻ります。初期設定はスタイル2ですがこれもお好みで選んでください。どんどんいきます。次 USB メモリーにあらかじめ見たい動画や聞きたい音楽を入れておけばオフラインでそのデータを視聴することができます。これ AI ボックスに USB-A ポートがついているのって珍しいですよね。 USB メモリーを挿したら画面にログをコピーしていますとの表示が出ました。何か不具合があった時に USB メモリーを挿すと自動的にログをコピーするみたいです。なかなか解決できない不具合などがあったらこのログをメーカーに送って見てもらいましょう。ってことはさておきこのギャラリーから USB メモリーに入れた動画を見てみましょう。このようにね保存していた動画もオフラインで見ることができます。次いきます。鉱石モニターにも映せるんです。七草は鉱石モニターがないので PC 用27インチモニターを車内に持ち込んで試します。本体左側面にミニ HDMI の出力ポートがあります。ここにミニ HDMI のケーブルを挿します。ただ挿しただけでは画面に出力されません。設定から左側メニューの画面を押して一番上に HDMI 設定とありますのでここをタップします。そして HDMI スイッチ、これがオフになっているのでオンにします。この状態になったら数秒待つとこのように鉱石モニターに映すこともできます。これ今前後で同じ画面を映していて単純に前で見ている画面を後ろに映すこともできますし HDMI 設定をオンにするとこのフローティングボタンの一番右にもう一つアイコンが追加されます。これよく見ると2つの四角に両方 AA となっていてどちらにも同じ画面を表示させるマークになっています。はい、一番右をタップするとその時にアクティブだった画面、この場合は YouTube が後ろの画面に表示されます。このように前後で異なる画面が表示可能です。あとは前の画面では Google マップを開くと前では Google マップでナビを見ながら後ろのモニターには YouTube を映せる、このようなことができます。ちなみにこの時のフローティングボタンの一番右のアイコンの表示は前後で異なる画面を表示しているため A、B となっています。続いて別売りのリモコンを見ていきましょう。このリモコン電池は付属していませんので単4電池2本用意する必要があります。設定から Bluetooth をタップ。もともとこの画面ですが右から2つ目、ここの中から Bluetooth マウスなんちゃらはここをクリックをタップします。次一番上新しいデバイスとペア設定、これをタップします。
そしたらこの状態でリモコンの OK ボタンとこの戻るボタン、この2つを同時に長押しします。長押しするとリモコンが赤く点滅します。そしてナビにはこのリモコンを検知して G20BTS が表示されました。これがリモコンの Bluetooth 電波名なので、これをタップしてペアリングします。ここに表示されていればリモコンとの Bluetooth 接続完了です。まずはポインターボタンを押してみましょうか。ポインター現れました。なんかこれすごい操作しやすいですね。エアマウスってめちゃくちゃ使いにくい印象があったんですが、このリモコンは比較的言うこと聞いて使いやすいです。ポインターだけではなく方向キーでもこのように操作ができます。でね、問題は鉱石モニターに移した時に鉱石モニターの画面をリモコンで操作できるのかっていう話なんですよね。いろいろ試してみたんですが、鉱石モニターの方にポインターがまずいかないですね。もしかしたらなんかやり方あるのかもしれませんが、ちょっと触った感じでは分かりませんでした。けどこの次の動画に行くとかのボタンは反応するんですよ、鉱石モニターで。 PC 画面を拡張した時みたいにポインターをビーって動かしてもそのままこっちには来ないですね。ただ早送りをするとちゃんとゲージが進んだり、方向キーボタンで操作できている感はあるので、こんな感じで鉱石モニターにも使えます。リモコン操作はこんな感じでした。次、ワイヤレスカープレイを見ていきましょう。もともと入っているこのオートキットをタップします。あとは iPhone とこの T-Box UHD を Bluetooth で接続していれば、このように画面が切り替わってカープレイに接続できます。このように iPhone にケーブルを何もつながずワイヤレスでカープレイが使えます。Android スマホの方は同じようにワイヤレスの Android オートが使えます。で、1点気になる点を見つけました。カープレイ上からこのカーのアイコンを押すと T-Box UHD に戻ってくるんですが、この切り替えの際に T-Box UHD 側の Wi-Fi が切れてるんですよ。このように上にもネットワークに接続できませんという風に出ています。これは Yahoo カーナビの表示かな。確認してみると Wi-Fi 自体がオフになっていますね。なので無線カープレイからこの T-Box UHD に切り替えるたんびに手動でまたインターネットに接続する必要があります。ワイヤレスカープレイと AI ボックスの切り替えをよく行う方はここがね気になると思いました。七草は AI ボックスを使うときはほぼカープレイは使わないのでいいんですけどね。それではここまで見ていただいた方にお得な情報、視聴者の方限定のクーポンがあります。まず8月22日本日から8月28日まで期間限定 50% オフセール、それとポイント5倍アップキャンペーンを実施しています。このポイント5倍っていうのは楽天ですね。なのでショップは楽天での販売です。この AI ボックス定価価格がダントツで高いので、買うとしたらこういうセールのタイミングがチャンスです。はい、ここからです。さらにこのセールに合わせて使える視聴者の方限定5000円オフクーポンを作っていただきました。概要欄にリンクを貼っておきますので、そこからクーポンを獲得してください。これクーポン使うとこのハイスペック AI ボックスが3万5000円ぐらいで買えます。ということで今回はジェスマイクの CPC200T-Box UHD についての動画でしたが、いかがでしたでしょうか。この製品、まず白い AI ボックスで今までにない外観、それでいて動作もサクサク、ハイスペックな AI ボックス、そんな製品です。この製品が気になった方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。とりあえずクーポンは獲得しておいてください。このチャンネルではアウトランダー PHEV のオーナーがアウトランダー PHEV の情報はもちろん、このように車で使える便利なアイテムなどレビューしています。よろしければこの動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。便利なアイテムが増えたもんだ。それじゃあ今日はこの辺で。See you again!